4時起きろ、ダメだ。朝4時？どうしたこんな時間に。この空気、この感覚は。さあしたか。ともかく、よっとこう。ダリア先生。触っちゃダメ。今、警察を呼んだ。一旦リビングに戻ろう。僕も、ここにいたくないし。キッズルームは、フロイ・アンダーソンの提供でお送りします。僕はバーチャルアイドルのテトだ。みんな歌を使って僕に歌を歌わせてよ。わかえるの歌がとかえるの歌があはは君も一緒に歌おう。あいうえおあかさたなわたしはうたきめと私は歌姫。あなたの声が歌になる。さあ一緒に歌う。おはよう、子供たち。ひとまず、ココアを飲んで落ち着いてくれ。これ。マシュリンさん、これコーヒーじゃん。あ、本当だ。ごめん、入れ直してくる。俺はコーヒーでも大丈夫ですよ。僕もブラックで平気です。例のために、砂糖浸しとミルク半カップを持ってきてください。そこまで怒っちまうじゃねえよ。ミルクだけで大丈夫です。みんな、ごめんね。マシュリンさん、すがそうだったな。もしかして、彼が第一発見者か。そう、いつも通り、ダリオ先生におめざのコーヒーを持っていたんだと思う。彼女らは毎朝4時に起きていたのか。子供の世話と研究の両立、ハードそうだな。揉み合った後や、誰かが侵入した痕跡はなかった。今この建物内にいるのは。今は予想表示。まだ眠気とショックで頭が働かない。ああ、悪かった。僕がしっかりしないといけないのに、ごめん。ともかく、警察の初動捜査が終わったら、みんなを呼ぼう。そんな、ダリア先生が。なんで？ねえ、どうして？今は全て大人に任せるしかない。俺だってすげえ悔しいけどさ。警察はまともに捜査なんかしない。何の役にも立たねえよ。NIC は本来、普通の科学だけでは解明できない科技系や症状現象、脳神経科学で解明するために作られた組織だ。つまりここで起きたことに関して僕たちは、警察と同等に捜査する義務があるんだ。奴らは超能力関係者に介入したからね。俺らが独占していく金と、命令入れた事故か自覚と処理されるのが敵の山だ。つまり、私らで犯人見つければいいんだよね。先生を殺した奴、絶対に許さない。でも、どうするの？ダリア先生は連れて行かれちゃったし、あの1000円のものもいろいろと持って行かれちゃったわよ。証拠品は向こうのチェックが終わったらすぐに出入りされる。その時には、本部のトレの能力者たちが捜査に来てくれるよ。それまで、できるだけ僕たちにできることをしよう。で、彼女の削除法、首を絞められた後の写真から、凶器の形状、モデリングできるかな？傷跡にぴったりな着物模型を作ればいいんだな。よし、任しとけ。オリベと表示は僕と一緒に映画を見よう。ヤックはダリオ先生の遺留品やレポートから人格を再現して何がおかしな程度なんか調べてみて。ミエとはエミーだ人。まずはバシュニさんに聞き込みをしてみて。手があんだら僕やベイ、両親。できれば、バッシュにも。でも、あんまりバシュニさんの感情は揺さぶりすぎないようにね。当たり前でしょ。私らの中に犯人なんていないに決まってるもん。わかってる。今は外部外の想像を信じて、みんなが無意識に手がかりを持っていないか探るんだ。CM30 秒です。すごい！ファン友達だ！おいら聞いてないぞ。超天才な私が一晩で作っておきましたよ。マジで？イレイゲーム IC メンソーレナオスルコアプダクションのロングバージョン収録。来るの歌詞はご覧の URL からご自由にお取りください。それが
からアルバムでまとめて感動2曲お得だよ。本来値段がつけられない曲のための措置ですね。わかります。そういう話をするな。5秒前、所長、閉めてください。プレイストアに出動だ。事件に直接関係ありそうなものは、あらかた警察が回収したようだ。ジョージ、どう？なんかピンとくるもの、ありそう？今ここにあるものだと、あの箱は少し気になるな。ここ日本、ここ数日で開けた形跡がないね。これは、カセットテープ。A 面だけ録音されてるようだ。よし、かけてみよう。この曲はテレパシー。オリベ。この歌声には、強烈なテレパシーが込められているわ。テレパシーだけじゃない。この声から彼女の能力を感じる。ダリア先生が能力者？みんな知らなかったのか？彼女の能力は。ハッシュグル。今も我慢してくれ。ダリア先生が。今の声って、アッシュ。俺も初めて聞いた。参ったな。ラシュリーさん。あの子今までずっと、ダリア先生とス接してこなかったんだ。大人の僕が扉を開けて、怯えさせてしまったかな。仕方ないです。あの子は、とても都合がこう持っていますから。僕の聞き込みが終わった。次はメン、その次はリーク。最後がジョージの番だって。わかりました。じゃあ、メンに起こされるまで、ずっと寝てたんだ。ああ、物音に気づけなくてすまない。仕方ないわ。残りの3人も起きるまで気づかなかったって。もちろん誰も嘘をついている感じじゃなかった。気絶しちゃったアッシュには話を聞けなかったけど、彼に首を絞めるなんて無理よ。じゃあやはり外部犯か。そう思いたいけど、4人全員話していてちょっと気になる点があった。あなたにもよ。差し支えなければ教えてくれ。まずリーク、とても悲しんでいるみたいだった。でもお姉ちゃんが何気なく、犯人が人間じゃなかったらいいのにって言ったら、急に顔色が変わったの。人間じゃない。別に変な意味じゃないわよ。ただ、先生を殺した人がいるとか、絶対ありえないし、猛獣とか、お化けとか、悪いロボットの仕業だったらいいのになって。悪いロボット。次にベンは自分が辛いのを我慢して、ずっとリークの心配をしていたわ。彼自身に変なところはなかったけど、話している時、一瞬だけ誰か別の人に見られている気配がしたの。この家に俺たち以外の誰かがいるかもしれないのか？なんていうか、その人は、ベンの中にいるような気がしたの。ベンの中にジャックのようなタルバか、それとも。バッシュリーさんは、当然だけど一番悲しそうだった。とても痛ましかった。でも、それは、大切な人が死んだ悲しみというより、絶望や悔しさに近かった気がする。絶望。最後に、あなたに感じた違和感。ジョージ。あなたは一体何を戸惑っているの？あなたは今日私たちが来た時からずっと何かに戸惑ってる。ただの悲しみじゃなくて、知らない場所で迷子になった子みたいに頭がぐっちゃぐちゃになってる。理由を聞かせてもらえないかしら？全てを打ち明けることはできないが。そう、現実が夢に見えてしまう病気。ジョージはキッズルームでその治療をしてたんだね。隠していて悪かった。少し前の俺だったら、ダリア先生が死んでも何も感じなかったと思う。でも今は、胸のあたりを締め付けられるような感じがして、これが悲しみなんだって自覚がある。正直なこと言っていいか？少し怖いんだ。もしこのまま感情を取り戻して、こんなにも、今以上に辛い思いしなきゃいけないなら、もうそんなのダメ。私が許さないから。ミント。感情を持たない人間なんて、ロボットと一緒だよ。人間は感情があるから人間なの。感情があるから幸せになれるの。感情に操られて、誰かを傷つけてしまうこともあるの。だけど、最後にそれを止めてあげられるのも、人間の感情なんだよ。感情。ダリア先生。ダリア先生。僕の心の片隅に誇りをかぶってた子供たち、夢の中でまた会えるかな、そこにあ
先生だって、アキシュが悲しむのを望んでいないわ。そいつのせいで犯人がわからんかったら全然は満足なんですよ。兄さんはヒーローなの？手繋いでてやる。一緒に戦おう。